鍛冶屋の子、新見南吉。いつまでたってもちっとも開けていかない。海岸から遠い傾いた町なんだ。街路は狭い。いつでも黒く汚い。両側にぎっしり家が並んでいる。日差しに白い埃が鈍い太陽の光にさらされている。通る人は太陽を知らない人が多い。そしてみんな麻痺しているようだ。真珠は鍛冶屋に飲んだくれの男を父として育った少年であった。母は彼の幼い時に言った。兄があったがバカで、もういい年をしていたが、ほんの子供のような着物をつけて付近の子供と遊んでばかしいた。兄の名は馬上門と言った。ただし誰も馬上門とは言わず馬と呼んだ。馬、お前は利口かい？利口だ。何になるんだい？大将。小さい少年が尋ねるのに対して笑われるとも知らないで真面目に答えている兄を見るとき、真珠は情けなくなった。兄はよく着物を汚してきた。小さい少年に騙されてドブなんかに落ちたのであった。その度に真珠は着物を洗濯せなければならなかった。兄さん。真珠がこう呼びかけても馬上門は答えないのを知っていたけれど、馬上門は誰からでも馬と呼ばれない限り返事をしなかった。たびたびこう呼びかけたが、やはりきょろんとしていて答えない兄を見ると、兄さんと言うと、おいと答える兄をどんなに羨ましく思ったことか。真珠は去年小学校を卒業して、今は父の仕事を助け、一方主婦の仕事を一切しなければならなかったのである。いつでも彼は彼の家庭のドブの中のように暗く、そして酸っぱいことを考えた。炊事を終えて黒く光っている冷たい布団に潜ってからこんなことをよく思った。せめておっかあが生きていてくれたらな。せめて馬上門がもう少ししっかりしていてお父っつぁんの金槌を握ってくれたらな。せめてお父っつぁんが酒をよしてくれたらな。けれどすぐそんなことが叶ったら世の中の人は皆幸福になってしまうではないかと捨てたように一人笑った。まったく飲んだくれの父だった。仕事をしている最中でもふらふらと出て行っては、やがて青い顔をして目を据えて帰ってきた。酒を飲めば飲むほど彼は青くなり、目はドローンと沈殿してしまう彼の性癖であった。葬式なんかに招かれた時でも彼はガブガブと飲んでは憂いに沈んでいる人々にとんでもないことをぶっかけるため、町の人々は彼をもてはましていた。彼は60に近い老人で、丈はずば抜けて高かった。そして酒を飲んだ時は必ずと
布団をかぶって眠った。ただし大きないびきなんか決して出さなかった。死んだように眠っていては時々目覚めてしくしく泣いた。そんな時など真珠はことに暗くされた。学校の先生が一度真珠の家に来た時、若い先生は酒の体に良くないことを説いた。真珠の父は、酒は毒です。大変毒です。私はやめようと思います。全くうまくないです。苦いです。私はやめようと思います。それでもやっぱりあかんです。と言って空虚な声でと笑った。馬右衛門がふいと帰ってきて、鉄柵にする太い手ごろの鉄棒を一本引っ張り出して黙って火の中に差し込んだ。一人で仕事をしていた真珠は不思議に思ってするがままにしておいた。真っ赤になった棒を馬右衛門は叩き始めた。金槌を振り下ろそうとする瞬間瞬間に赤く焼けた首の筋肉がぐっと締まるのを真珠は嬉しく思って見つめていた。手ぬぐいを力いっぱい絞るような心よさが真珠の体の中を流れた。馬右衛門にだって力があるんだ。力が。何を作るんけ。刀。よだれの中から馬右衛門は言った。刀みたいなものを木の実だと思って拾ったのがやっぱり殻に過ぎなかった時のように真珠は感じた。ふと思い切り殴りつけてやろうかと思ったが、ぼんやりして馬右衛門のむくれ上がる首を見ていた。町の横を通る電車道の工事に多くの朝鮮人がこの町にやってきて、火事の仕事が増してくると真珠の家も幾分活気づいた。父も真珠もよく働いた。けれど父は依然として酒に浸った。お父っつぁん、ちっと酒を控えてくれよ。酒は毒だで。そして仕事もはかどらんで。真珠は父に言った。まったく酒は毒だ。酒は苦い。けれど俺はやめられん。貴様は酒を飲むようになるなよ。父は言った。ふと目を開いてみると、すすけた神棚の下で酒を飲んでいる馬右衛門の姿が5色の赤い電灯の光に見えた。真珠は泥棒を見つけた以上にハッとして頭が白くなるようなおかんに近いあるものに襲われた。バカに静かな赤い光の中に馬右衛門の喉がごくごく動いた。少し今夜は具合が悪いと言って父が残しておいた酒のとっくりを馬右衛門の左手はしっかり掴んでいた。うまえ。真珠のすぐ隣に今まで寝ていた父がむっくり頭を広げた。馬右衛門はうーと赤い顔をこちらへ向けて締まりのない口を見せた。
父のせいせいと肩を上下して呼吸しているのがシンジには恐ろしかった。父の目はじっと白地の馬上門を見つめ、静脈のはっきり現れている手はわな泣いていた。馬へ、お主は酒を飲むか。父はふらふらと立ち上がって馬上門に近づいた。この野郎。父は叫んでニヤニヤしている馬上門の横っ面にガンと食らわせた。馬上門は笑うのをはたとやめた。父の苦しげな呼吸はますます激しくなった。そしてまた殴ろうとした。真珠は我知らず飛び出していって父を止めた。お父っつぁん、馬はアホじゃねえか。撃ったってあかんだ。父は目を落として、お前はアホだったなと震え声で言って元の寝床へ帰って布団をかぶってしまった。その騒ぎで酒はこぼれてしまったので、馬上門も床に入った。真珠は一寸片付けて布団に潜り込んだけれど、どうしても眠られなかった。父が小さい声で呼んだ。俺は酒をやめるぞ。布団の中から言った。父は酒を飲まなくなってしまった。ただしそれからはどこか加減が悪く、床を出られなくなった。真珠は一人で金槌を振り上げた。父は目立って思いやつれがしていった。それでも日頃酒のため没交渉の父には見舞いに来てくれる人とては一人となかった。金槌を振り上げながら真珠は、父はこのまま死んでしまうのではないかしらと思った。父が死んだらどうするのだ。馬上門は白地だし、酒を買ってきた真珠が父の枕元に座って「お父っつぁん」と呼んだ。父は重たげに首を動かして「うん」と答えた。酒買ってきたで、飲んでくれよ。酒を買ってきた。シーン、なぜ酒なんか買ってきたんだ。力のない声で真珠を叱りつけたけれど、父はきらりと涙を光らした。お父っつぁん、飲んでくれよ。真珠はそっと父の枕元を去って仕事場へ来ると、黒い柱に顔をすりつけ